日本国有鉄道史交流電化の夜景第3話、米原田村間を結んだ ED30 ということでお話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。北陸本線は昭和32年10月1日、田村から近江塩津を経て敦賀間が交流電化されました。米原から田村間はその区間を非電化として蒸気機関車 E10 で連絡をしていました。仙南線では地上切り替え方式並びに車上切り替え方式なども試験され、実際に491型電車、元伊那電気鉄道のクハ5900型とモハ73型でユニットを組むことが試験に供されました。詳細は後ほどお話しさせていただきます。北陸本線でもその設工法を以下のように検討することになりました。以下は昭和35年10月、交通技術北陸本線の硬直設備案検討記事から引用したものです。最近は硬直接続方式も築年進捗し、車上切り替え方式によれば工事費も安く、年間経費も少なくて済むなど、優位な点が認められた。そこで、米原から田村間も、どういう方式の硬直接続が最も適当か、再検討することになり、次の4案について、趣旨の角度から検討が加えられた。第1案、現行の蒸気運転により間接接続。第2案、米原から田村間車上切り替えとし、米原から敦賀間に硬直療養機関車を使用する。第3案、米原から田村間車上切り替え。ただし、硬直療養機関車は米原から田村間のみとし、従って小出力の機関車とする。第4案、米原から田村間は直流電化。田村駅構内で地上切り替えを行う。この各案の結果を簡単に紹介すると、投資額、年間経費は大差ないが、将来の電車化計画を考慮すると、第2案、第3案が有利となる。この2案をさらに比較して考えると、旅客、列車の大部分が電車化された場合、硬直療養機関車が過剰となる欠点を第2案は持ち、結局第3案が最も有利だと言える。以上の検討結果を常務理事会議に提出し、いろいろ討議された結果、米原から田村間の硬直接続方式は車上切り替えと決定され、硬直機関車の運用はさらに検討した後決定されることになった。で、引用終わりとなっております。この決定を受けて、昭和38年12月28日、米原駅から田村駅間が直流電化されることとなり、田村駅の米原寄りにレッドセクションが設置されることになりました。米原から田村間は小運転の専用機関車へ接続することとし、EF50 3の部品を流用して、記事によれば EF10 という記述もありますが、の直流機器と475系の交流機器を使って昭和37年10月初旬に浜松工場で ED30 型電気機関車が試作されました。この機関車の特徴は、低い屋根と小運転のため中央に運転台を置いた形状で、狭い屋根上に交流機器を無理やり乗せたので、かなり屋根がひしゃげた印象を受ける EF13 の近代化版とでも言える車両でした。ただ、この ED30 型ですけども、技術的には非常にユニークな車両で、電気機関車における EB 装置も試作され、現代の JR で採用される、EB 装置の草分けのような存在でもありました。以下はその概略をここに紹介させていただこうと思います。主幹制御機の主または単弁ハンドルあるいは逆転、硬直切り替えハンドルがいずれかの位置を取ってから30秒、25から90秒に調整可能が経過する間に確認ボタンを押すか、何らかのハンドル操作を行わなければ自動的に非常ブレーキがかかって列車は停止するようになっている。反対にハンドル操作は確認扱いによって一旦回路を切れば、次にその時点を起点として再び30秒間が刻まれるとなっており、同時期電車では足踏み式のデッドマン装置が採用されており、機関車と電車で異なる保安装置が使用されていたというのがね、記録に残っています。余談ですけども、DD13 にも同じように、独自の EB 装置、当時はレッドマンって言ったんですけども、が設置されていまして、DD13 の場合はですね、30秒程度何も操作しないと、エンジンがニュートラルになって、自然に停止する、非常ブレーキがかかってね、停止するという、そういう仕組みになっていたようです。
あと1両の試作で終わった ED30 ということで、経過的にはこの試作車は1両のみにとどまり、柳瀬線廃止に伴い余剰となった DD50 にその任を譲って、鉄道技術研究所で保管されることとなり、昭和51年に廃車されています。余談ですけども、この EF30 型1号機も落成後しばらくの間ですけれども、米原に配置され、試験に供与されたそうです。この辺もですね、まだもう少し詳しい資料が分かればですね、改めてご紹介したいと思います。電車化で交流電化のメリットが減少することに。151系電車の成功以降、高加減速が期待できる動力分散列車、いわゆる電車や機動車が増えてくると、交流電化のデメリットが目立つようになってきました。走る変電所と言われるように、交流から直流に変換する装置を持つために、車両価格が直流車両に比べると割高になってきたためです。こうしたことも原因で、その後は交流電化が下火になっていくこととなりました。ここからですね、最初にお話しした通り、先端線で試作された491系電車の概略を書かせていただこうと思います。より正確ではですね、K という言い方がいいのかどうかってあるんですけれども、ユニットということでね、491系という方でね、書かせていただこうと思います。車両は三菱電機と日立製作所で各1編成が改動され、昭和33年2月には落成。2月の21日から先端線で試験に供与されたようです。三菱重工が改造した車両は A 編成と呼ばれ、日立製作所が製造した車両は B 編成と呼ばれ、いずれもクハ59000、元稲電気鉄道の改造したクハ490を制御車、電源供給車とし、パンタグラフ、高直流機器、主変圧機、水銀整流機を搭載。モハ73を改造したクモヤ491を電動車としていました。2つのメーカーに作されたのは、水銀整流機の性能を比較するため、他にも変圧機の、使用も違うんですけども、主にはこの水銀整流機の、性能を比較するためということで、日立がエキサイトロン、三菱がイグナイトロンを搭載していました。エキサイトロンというのが水銀蒸気を陽極に吹きつける方式で合うのに対して、イグナイトロンは水銀の中に浸したイグナイタと呼ばれる陰極から陽極に向かって電光を描くという違いがあります。翌年にはシリコン整流機が導入され、整流機を置き換えて後、長期耐久試験が行われ、試験終了後は営業用電車として、クモハ491、クハ490に改められて、昭和41年まで、先端線で活躍をしたそうです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は交流電化のお話第3回目ということで、北陸本線の高直流レッドセクションに関連して ED30 型のお話を中心にさせていただきました。なお、触りだけの話になりましたが、日本初の高直流電車、クハ490、クモハ491に関しては、改めて技術話として詳細を語らせていただきます。